綾瀬咲です。えっとおはよう、こんにち、こんばんは。こんな感じでいいのかな。マーヤに前回の動画が硬いって言われちゃって。コホン、今回もサムネイルや概要欄にある通り、テレビアニメ義妹生活関連の宣伝動画です。相変わらずマーヤは特典映像の編集作業で忙しいみたいなので、代わりに私が進行しますね。さて、テレビアニメ義妹生活ブルーレイ &DVD 第2巻が2024年11月27日に発売です。1巻通常版と同様、初回生産特典として原作三河ゴースト先生書き下ろしの短編を収録した特製ブックレットなどがついてきます。詳しくは概要欄の URL からテレビアニメ公式サイトもチェックしてね。そして2巻にも特典映像として義妹生活チャンネル出張版その2が収録されます。今回も尺の都合で泣く泣くカットした映像を特別にお見せしちゃいます。特典映像の雰囲気が伝わる動画になっているので、興味が湧いた人はぜひブルーレイ &DVD をご購入の上チェックしてみてね。それではVTR どうぞ。陰キャ男子の兄とドライな妹、義妹生活。出張版。遊ぶのって結構難しくて、なんか真面目になっちゃうんですよ。なんかでもそれもそれで大変だけど、なんか楽というかリスクを冒すことでもあるし、こうって惹かれたりとか、なんか怒られたりすることもあるかもしれないし、取り返しのつかないことにもしかしたら、一歩間違えたらなるかもしれないっていう、そのリスクに対して勇気を持っていくことなので、やっぱそこを意識して遊んでいく、なんかそれがやっとできるようになってきた気がします。キラキラって感じで言いたいのでキラキラって書きました。こういう絵文字とかもすごいよく使います。顔文字。漢字で感情を書いてる人とかいるっていうのをなんか聞いたんですけど、私はなんかこういう顔文字の方がパッと入ってくるのでやりやすいです。はい。ディレクションをするときに、要するにキャストさんとやり取りをするときに何か心がけていたこととかっていうのは何かあったりするんですか？そうですね。細かかったと言われていたと思うんですけども、細かいおじさんになってたんですけれども、ただ細かいんですけども、答えは言わないっていうのは非常に心がけていて、もちろん、ニュアンストークになってしまうと良くない時とかは、ある程度こういうことっていう明示する部分はあったんですけど、基本的には、その時に彼女らが何を思って、何を感じて、どう生きていたかっていう枠組みを説明して、あとはそれを感じ取った演者さんがどう表現するか、感じ取った表現が出てきたことを僕らが受け取ってそれをどう感じるか、でそこの部分のお互いの解釈の違いとかの部分が逆にその作品の深みだとか余白の部分になったんじゃないかなと思っております。近年私の作品の中で割と自分でいろいろ考えてやったっていう作品の上ではぜひ見ていただきたいっていうような自信を持って言える作品になったかなと思うんですけども、やっぱり人間の感情や表現とか思いって一つじゃないよねっていうところをやっぱり再認識した。でそれがお芝居として表現されるっていうことに対して勇気のいることなんですけど、とても大事なことだなっていうのを再認識させていただいたなっていう作品だなっていうのと、割とやっぱり僕は作品に対して入れ込むタイプだから食らうと大変だなっていうのを改めて思いました。はい。いかがでしたか？鈴木あゆさんの密着ドキュメンタリー気になりますね。改めてテレビアニメ義妹生活ブルーレイ &DVD 第2巻は11月27日に発売です。ご購入いただけたら嬉しいです。以上、綾瀬咲でした。